はい、皆さん、こんにちは。作家の本田健です。普段あんまりこういう、顔が見える設定ではやってないんですけど、皆さんのお顔が見えて嬉しいです。よろしくお願いします。見えてますか？大丈夫ですか？嬉しい、嬉しい、嬉しい。これもいいですね。普段ちょっと人数が多すぎて、1000人、2000人規模でやってるので、こういう設定にはできないんですけど、ジャネットさんがですね、どうしてもやっぱり皆さんの顔を見ながら話したいってことなので、こういうスタイルにさせていただいてます。今日はですね、皆さんと、2時間ばかりの時間ですが、お付き合いいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。LINE の方は、今、猫ちゃんになってますが、よろしくお願いします。さてと、ではですね、スクリーンを共有させていただきます。ちょっと待ってね。さあ、ドキドキ。はい。今日はですね、ジャネット・アットウッドさん、ニューヨークタイムズベストセラー作家でパッションテストの創始者の、この素晴らしい方と、こういう形でお話しできるのを、もう僕はもう昨日の夜からワクワクして、昨日の夜からというか、これ決まった時からワクワクしてます。もともとですね、ちょっと、前に、ジャネットさんと全然別件で、というか、できるだけ、いろいろ LINE とか WhatsApp っていうだとか、メールとかでやり取りはしてるんですけども、ある時に、連絡することがあって、そしてね、今、ウクライナの状況とか皆さん、心痛めてる方も多いと思いますけど、何か、作家としてできることがないかっていう話を、した時に、こう癒しについて何かこうチャリティーイベントみたいなのやろうかっていう話になりました。で、例えばこれをですね、有料で、やらせていただいて、お預かりするお金を、チャリティーに回すってことも考えたんですけども、それよりも、これは完全に僕たちが無料でというかお金をいただかずにやることによって、で、そして、今日は祈りと、それから、癒しがテーマになりますので、その分をですね、皆さんが、自分を癒して、そして世界を癒すというテーマに基づいて、ご自身で寄付をなさるなり、何らかの新しい行動に出ていただいた方が美しいかなと思って、あえてですね、今回は、チャリティーという形じゃなくて、無料で、これをさせていただくというやり方に、させていただきました。もうあっという間に1000名のその枠が埋まりまして、で、今日は参加されるのが難しい方のために今、LINE で、お届けしてるんですけど、LINE でもね、もう今1500人ぐらいの方が、ご覧になっているので、ありがとうございます。LINE の皆さん。というわけでですね、今、もう2000人以上の方たちがこれをご覧になっているということで、今日はですね、その皆さんと共にお祈りをしながら、この時間を過ごしたいと思います。で、僕はですね、前半30分弱お話をさせていただいて、そして後半ですね、ジャネットさんにつなぎたいと思います。ジャネット・アットウッドさん、僕のメンターであり、そしてそのもう世界中のね、すごい人たちのメンターでもあります。その彼女の愛とパワーと、そしてその癒しの力をですね、ぜひ受け取っていただきたいと思います。僕は今日は前座としてですね、癒しについて、祈りについてちょこっとお話をしたいと思います。まず、本田健が考えると癒しとはということですけども、過去に起きたことを受け入れるっていうのがその基本になると思っています。例えば自分の場合ですね、父親にすごく殴られたり、虐待を受けたってことがあるんですが、皆さんにとってもそういう、悲しい体験とかはあるのではないでしょうか。それをですね、全く違う視点から見直せるかどうかっていうのが、この癒しにつながることだと思います。今回世界で起きていることもそうですが、それがですね、私たちの中の昔の痛みとつながって、今なんかすごく悲しい思いをしたり、あるいは、テレビのニュースを見て急に涙が出てきたり、そういうことをね、体験されている方も多いと思いますが、今日のこの時間がですね、皆さんのお役に立てばなというふうに思っています。で、このプロセスをですね、皆さんと分かち合いたいと思うんですが、例えばその過去に起きたこと、悲しいこと、これをですね、全く違う視点から見直せるかどうか、ある意味神様の視点というか、それで見直せるかどうかっていうことだと思います。例えば、僕は父親との間で起きたことですけども、父親も、その父親から、自分から見たら祖父ですけども、虐待を受けたとか、そういうことがあったわけです。そういうふうな父の、ことを考えると、本当に、大変な子供時代を過ごして、でそして、そこでなんとか頑張ったけども、アルコールの方に、沼にはまっていったという、そういうふうな、父の歴史を考えると、
ただただ暴力を振るった人というよりは、傷ついて絶望してた人っていうのが見えてくると思います。そして当時起きたこと、皆さんにとってそれぞれ翻訳していただきたいんですが、この過去の出来事、そして一体何が起きたのかっていうことですよね。これが、理解できるかどうかっていうことだと思います。で、僕にとっては、子供時代傷ついたってことだけじゃなくて、父親に起きたこと、そして母親がどうだったのか。で、もう祖父はですね、おじいちゃん亡くなってましたけども、連綿と続く、そのですね、いろんなことによって、今のことが起きてるわけです。今ですから、世界で起きていることもそうですよね。いちいち名前を言いませんが、世界の指導者の誰々さんが、すごく、幸せな子供時代を送ってたとしたら、どっかの他の国に攻めていったり、ミサイルを撃ち込んだりってことを、しようとは思わなかったかもしれませんよね。そういった意味で、一体その人たちに何が起きたのかってことを想像するっていうことだと思います。これは非常に難しいステップなんですけど、例えば父親が暴力を振るったからといって、父親だけを悪者にするわけではない。その絶望感が、父親の中にあって、それをですね、どうしようもなかった、というところが、あったわけですよね。それを、父親だけのせいにするわけではない。もちろん、殴られた僕に罪はなかったわけですが、父親もですね、必ずしも、加害者という側面だけではなかったということが理解できるかどうかということだと思います。で、今日、ジャネットさんが後でね、セルフラブ、自分を癒す、自分を愛するということの中で、話されると思いますけども、ジャネットさんも前半戦はえらい大変なことを体験された方なんですけども、それでもね、やっぱり自分を癒して愛するっていうところに行くにはすごく大変な、プロセスがあります。今日は許しっていうテーマまではいきませんが、許しというプロセスを超えてですね、すべてのことに愛と平安を生み出せるかどうかっていうのは一つの着地点になると思うんですが、それがですね、この世界全体に今求められていることだなというふうに思います。そして、この癒しがもたらすものっていうことなんですけど、今日のテーマ、自分が自分を癒すこと、そしてそれが世界につながるっていうことなんですけども、その基本となる考え方としては、私たちそれぞれは、心がつながっていると思います。これは、一部科学的にも証明されているわけですけども、自分が幸せで、そして周りも幸せだと、その幸せって伝播していくんですよね。逆に言うと、周りの人たちが不幸だと、その不幸が連鎖していく。そして自分もその影響を受ける。ということは、自分たちのメンタルな状態っていうのが、周りの人たちにも影響を与える。だから、お互いに影響を与えながら、波のように、幸せな波があったら、ふわふわふわっと自分も幸せになるし、不幸な波が来たら、イライラな波が来たら、イライラになってしまう。こういうふうな、状況になっているってことですよね。なので、もし一人が、癒されたとしたら、その人からですね、この幸せの波動というものが世界に広がっていくのではないかというのがですね、僕は考えていることですし、後でお話しされるジャネット・アットウッドさんも考えていることなのではないかと思います。で、この癒しがもたらすものってことなんですけども、さっき父親の話をしましたけども、父は必ずしもただただ暴力を振るう人というよりは本当に絶望してたんだ。で、そして無邪気なですね、その子供に、何とかしてほしいという、そういうふうな、助けてほしいという、心の声があったんだということが今となっては分かりますが、もちろんその当時、それをですね、理解することは難しかったわけです。けれども、冷静にですね、何が起きてたのか、何が起きてきたのかっていうことが分かってくると、父親は父親ですごい大変だった。そしてじゃあ祖父は悪かったかというと、祖父も、絶望感の中に、生きた人だったわけです。で、その、曽祖父になると全くどういう人だったのか分かりませんが、それでもですね、想像できますよね。そんなに幸せに育ってたら自分の息子をそういうふうにしてないと思うんです。そういった意味で暴力の連鎖をどこで止められるのかっていうことだと思うんですが、それはですね、止めることがある意味、自分たちの世代でできるのか、ということだと思います。今世界で起きていることもそうなんですけど、80年前はですね、ちょうどポーランドにですね、ナチスが侵攻したのが1939年ですから、武田和平さんが80年ごとに歴史を繰り返す。数年違いますけども、それは実際に起きているわけですよね。で、日本で言いますと、その80年前は今度ですね、明治維新とかになるわけですし、そういう意味では、この歴史の動乱っていうのは、
ずっと繰り返すんですね。それはやっぱりこの、人類が進歩しているようで進歩してないところ。けれども、決して全く前に進んでないわけではない。螺旋状にね、スパイラルに上がっていってるんじゃないかなというふうには思います。その当時、戦争をした人たちにもいろんなことがあったわけですよね。でそして、今家族単位で見たとしても父親母親にいろんなことがあった。会社でひどい目にあった。そういった部活でひどい目にあった。そういったこともですね、含めて、理解ができるかどうかということだと思います。そして次にですね、もし癒しが起きた後にですね、誰かのことを、自分を許し、そして周りを許し、そして癒すことができたら、たくさんの生命力、エネルギー、情熱が戻ってきます。誰かを許してないってことは、ジャンポール・スキー博士が言ってます、本で書かれてますけども、牢獄の前にですね、例えば父親とか誰かを、ずっと24時間キープしてなくちゃいけないので、自分が牢の、ね、番人をやらなくちゃいけないんですね。そうすると一定のエネルギーが誰かを許さないってことに取られちゃうわけですよ。なので、その人を許したり、受け入れることができたとしたら、そこからですね、たくさんの生命力、エネルギー、情熱が戻ってくるってことですね。後でジャネットさんが画面出たらダーンってわかると思いますけど、自分が癒されてくると、たくさんの情熱が、皆さんの手元にまたエネルギーとして戻ってくるということをですね、今日は理解していただきたいなというふうに思います。そして自分への愛、他者への愛、自分のことをもっと愛せるようになります。自分ができてない部分とか、そういったものもですね、受け止められるようになりますし、相手も、周りの人たちに対してもできないということに対して、それをですね、より寛容な心で受け止められるのではないかと思います。誰かミュートしてない人大丈夫ですかね。やっぱり何百人もいるとしてるぐらいあれですよね。ミュートにできない人がいるのかな。大丈夫ですかね。はい。そして、LINE もですね、もう今2500人の方が見てくださってます。ありがとうございます。今日はですね、ジャネット・アットウッドさんをお招きして、プレゼントセミナーをやっています。今日は癒しというテーマで、自分を癒す、世界を癒すということを話しているところです。さあ、そして癒しがもたらすものの4番目、未来への信頼ですね。もし自分がですね、今まで以上に癒されたときには、未来に対して、より安心できる。いろんなことがもちろん現実的に起きるわけですけども、それでもですね、世界は、平和の方に進んでいると。とてもその渦中に思えないかったりするんですが、確かに80年前よりはですね、まだ、ひどい状況に至ってないということを考えると、未来はどんどんやはり良くなっていくものだという信頼ができると思います。さあ、そして、この癒しが起きたときには、深いところから心の平安のエネルギーを感じることができると思います。僕も家族の癒しを、ずっと、もうですね、10年、20年という単位でやってきてますけども、今でもね、100% 癒されてるかっていうと、そんなことはないと思います。時々イライラしたり、怒りが出たり、遠慮して何か言えなかったりってことが今でもしょっちゅうあります。けれども、そのために自分の中で癒しのワークをやったり、いろいろ話をすることによって、わだかまりが解けたり、悲しみが解けたり、絶望が解けたり、誰かとつながることで、心の平安っていうのを得られている感じがします。さあ、そして、あとも数枚のスライドでジャネットに渡しますが、せっかくだからちょっとこれも変えようかな。これちょっと可愛すぎだな。これジャネットに見せてあげたいな、後で。これの方が顔がわかりやすいな。はい。で、面白いですね。LINE って目も大きくなるんですよね。ちょっと恥ずかしいですが、行きましょう。今日は癒しというテーマで話してますが、今日のテーマ、自分を癒すことで世界を癒すというのはどういうことなのかというのを話したいと思います。私たちの多くはですね、できないところがいっぱいで、例えばもっとハートオープンでいけたらなとか、もっと誰かのことを受け止められたらなと思いながらも、例えば Facebook で誰かがすごくなんか素敵な彼氏をゲットした、彼女をゲットしたとか、本がいっぱい売れたとかなると、ダークな黒いものがガーッと出てくるんですよね。あるいは本当はもっとなんかいろんなことができたのに、例えば本を書こうと思ったのに書けてないとか、ビジネスプランを作って独立しようと思ったのになかなかそれができてないとか、もっと奥さんや旦那さんやパートナーを大事にしようと思ったのにできてないところとか、ついついここと言ってしまう、もっとなんか優しく接することができたらなっていうふうに思ったりとか、できないところがもういっぱいあるんですよね。でそれを
まず受け止められるかどうかっていうことが大事だと思います。そして、自分のダークサイドを見られるかどうかってことですよね。自分の中にある黒い部分、なんか誰かを引きずり下ろしてやりたい。自分に注目を浴び、こう引き寄せたいとか、うまくいきたいとか、なんか誰かがうまくいったって聞くとなんか自分の分が減ってるようなね、そういう感じってありますよね。こういう誰かに対する嫉妬心とか、どす黒い気持ち、あるいは意地悪な気持ち、そういったものが出てきたときに、一体これ何なんだってことを見られるかどうかっていうのが、この自分を癒すプロセスでとっても大事です。で、そのダークサイドがどこから出てきたのかってことを考えると、例えば妹との競争に負けて、妹はいつも可愛い可愛いで、お父さんとお母さんとか親戚とか近所の人とかみんなに可愛がられてるのに自分は全然注目を浴びなかった。そういうふうな痛みから、なんで可愛い子はとかね、なんで、こういう子は頭いい人はとか、なんかそういうふうな、ことになったりとかするわけですね。だから、自分たちの癒されてない部分が、誰かが得をしてたりとかうまくいってるのを見て、もう変ってなったりとか、なんか落ち込んだりだとか、もう感じられなくなったりとか、あるいはもうなんかこの人のね、例えば Facebook とかで、なんかこれからハワイに行ってきますとかね、で素敵な旦那さんと可愛い子とか抱っこしてたら飛行機落ちますようにみたいな感じのそういういやらしい気持ちが出てきた時には、それは自分にはそういうものが与えられないとかダメだとかっていうふうに思う、ところから自分の中の痛みからですね、ダークサイドが出ているということを、見れるかどうかということだと思います。さあ、そしてできてない自分を理解して受け止めて愛せるかどうか。これがまたなかなか難しいプロセスなんですが、今日はもうさらっとしか話ができないので、またね、この間、ヒーリングセミナーで800人ぐらいの方が来ていただきましたけど、またそういうのはまた何かのタイミングでやりたいと思います。で、世界に見る痛みを愛で溶かせるかどうかってことですね。今世界でいろいろ起きていること、その傷ついている子供を自分のハートの中で抱きかかえてあげられるのか、子供を失ったお母さんを抱き留めてあげられるのか、それは今僕は毎日やっているところですが、まあそういう世界で悲しんでる、苦しんでる、そして、どちらもそうですよね。その戦争に行かされて本当は行きたくないのに、兵士だから行かなくちゃいけないっていうのもまた辛い立場ですよね。まあそういったいろんな人たちを、自分のハートの中で癒せるかどうかってことをぜひやってください。さあ、そして、本田健が考える祈りとはっていうことを最後にお話したいと思います。お祈りするってことはどういうことかっていう、考えたときに、自分や関係者、世界の未来を想像&創造。創造っていうのは、イマジネーションの方の創造と。もう一つの創造はクリエーションの創造ですよね。世界の未来をイメージして、そして作り出すっていうことだと思います。平和な世界を祈るっていうのは単なる何もしてない、ただ目つぶってるだけじゃなくて、イマジネーションを使うことで、作っていることだと僕は考えています。そして、未来の信頼、ことだと思います。世界が平和になりますようにっていうのは本当に美しい祈りだと思います。誰かに対して祈ってあげることもそうだと思います。そして、祈りというのは人類集合無意識へのアクセスでもあるんですよね。なので、世界中の人たちが祈ると、今の状況も変わると思います。それがジャネットと僕がこういうセミナーをやりたい。そして皆さんにこの平安の気持ち、そして情熱のエネルギー、愛のエネルギー、自分を癒すエネルギーをお届けしたいというのは、そういうことです。もし、人類で一定数の人たちが本気で祈り出したとしたら、これですね、大きく変わると思います。そして、普段ですね、私たちは何かをやらなくちゃとか頑張るとかってなりがちですけども、最終的に考えたら、委ねることしかないんですよね。例えば今自分たちが生かされていること、健康であることとか、そういったことも含めて、自分たちでは計り知れないというか、コントロールできないことが、起きているわけで、最終的には自分で何かできるというよりは、本当に委ねることしかできないと思います。そういうふうな委ねることが、この祈りだと思います。さあ、そして、次ですね。この、宇宙の愛と同調することということですね。これが、祈りだと思います。自分の中にある深い、部分と。そして、宇宙というとちょっとスピリチュアルな感じがするかもしれませんが、この世界にあるエネルギー、どことつながるのかっていうことですよね。もちろんだから自分が怒りでいっぱいになった時に怒りのエネルギーとつながるわけだし、幸せのエネルギーでつながると、つながっていくということだと思います。そういったことをですね、今日踏まえてお話を聞いていただけたらと思います。
最後にちょっとだけ告知をします。4月16日はオンラインセミナー自分の才能をお金に変え実践術。本田健のスピリチュアル願望達成法5月28日、いよいよスタートします。また詳細はお届けします。3月25日、今日ですね、ジャネット・アットウッドさんと、このセミナーをやってますが、ここからですね、やや早めですが、いよいよジャネットさんの方に、お届けしたいなというふうに思ってます。ジャネットさんはですね、本当に面白い経歴の、持ち主で、すっごい大変なところから自分自身を癒して、そして、講演家になり、そして今は世界中をですね、回って、僕が考える世界一のコネクターだと思いますけど、とにかく人と人をつなげるのが素晴らしい人で、ある時武田和平さんをご紹介した時に、武田和平さんのところで卵ボールをもらったんですよね。そして卵ボールを普通だったらもう大事に持って帰るじゃないですか。そうじゃなくてビビッと開けて、新幹線の待合室で、はいどうぞ、はいどうぞ、はいどうぞってやってみんなこうスーツ着たビジネスマンの人とか赤ちゃんとかいろんな人たちが、なんかニコニコしながら、なんやこの変な外人さんとかと思ったと思うんですけど、卵ボールを食べていて、なんかその新幹線の待合室あるじゃないですか、ホームのところにね。あそこがなんか普段だったらよそよそしい感じが、みんななんか卵ボールで友達みたいな気持ちになって、あ、ジャネットってそういう人だよなっていうふうに思いました。僕をですね、世界に連れて行ってくれた人でもありますし、恩人でもあり大切な友人のジャネット・アットウッドさんをですね、皆さんにご紹介させていただけるのは本当に本当に嬉しいことです。今も LINE とそれからZoom で合わせて4000人弱の方がご覧になってますけども、ここでですね、ジャネット・アットウッドさんをお招きしたいと思います。皆さん、ハートマークをよかったら拍手の代わりにジャネットさんに送っていただけると嬉しいです。そしてですね、このジャネット・アウトウッドさん、もう愛のいっぱいの人です。Zoom からガッと出てきますので、ぜひですね、その愛のエネルギーを、そして情熱のエネルギーを受け取っていただきたいと思います。LINE でもめちゃくちゃ愛がいっぱいダーッと来てます。なので皆さん、ではですね、盛大なハートマークとともに、お招きしたいと思います。ジャネット・アットウッドさんです。イェーイ！ Hi, Janet. Welcome to Japan. You're muted. Hi, Ken. Hello, Janet. I'm like, Can you あら see, あらあら、びっくりしちゃいました、今。はい。can you see all the Hi. love coming up I'm on the so screen? happy to be here. もうここにいられて本当嬉しいです。This is so great. Thank you so much. Oh, look at, I'm seeing people going like this. Hi, everybody. 素晴らしい Konnichiwa, です ikaga desu ka? でみんなが手振ってくれてね、本当に感謝してます。So happy. So thank you, Ken. I heard you talking, but I wasn't sure what you, I heard my name a lot, Janet Atwood, but I Mostly didn't good. know. What were you sharing? So I was talking about the prayer and self-love and healing yourself. By healing yourself, you can create world peace. That's why we're here. So it's all yours. And by the way, the Line Live, it's like Instagram Live in Japan. About 3,000 people are watching. Isn't that great? Oh my God, how do I look? こんなにたくさん3000人も見てるんだったら私どうやって見えてるのかしらねということで、今ケンさんが言ってくれたこと、なんか何を言ってたかわからないけども、ジャネットっていう名前がそこここに聞こえたんだけど、何話してたのって、いや悪いことは言ってないよと、祈りについて、そしてセルフラブについて、そしてあなた自身を癒すことが平和につながるんだよというような話をしてただけですよというふうに、ケンさんが伝えてくれましたと。はい。というわけで、Janet, it's all yours. Okay, great. Thank you, Ken. Love you. Thank you so much. 本当にありがとう。You know, I am so honored to be here. ここにいるのが本当に光栄です。Because I can see so many. I'm looking at chat. There are all these hearts. There are all these hearts coming in. You know, I am so happy to see that, because what you don't know about me, most of you, is that Japan is my second home.
で、もう本当にハートいっぱい見られて嬉しいです。で、皆さんの多くのことを本当に知らないんだけれども、私にとっては日本はもうなんか第二のふるさとなんですよ。And by the way, I'm welcoming you into my front room so you could really feel like you're being here with me today. で、今日はですね、皆さん見てわかるように、私のですね、リビングルームのようなところにお招きしてますよ。私がどこにいるか見えますよね。だから私のここに皆さんを招待しているような感じです。So, and the reason why I'm inviting you into my front room is because everything that I am about and everything that I share is all about ATV. で、私がですね、私の人生、生きている生き様そのものですし、人にシェアしているもの、そのすべてはですね、ATV なんですね。Yeah, ATV, authenticity, transparency, vulnerability. で、それは何かというと、自分らしさも真実の自分、そして透明性、そしてもう自分のですね、殻のない無防備な状態、これを私は生きているし、シェアをしているわけです。So I thought, what better way to be authentic, transparent, and vulnerable than to invite you into my house, a bunch of people I don't know, but I だからで do. すね、この、自分の真実の自分、それから透明性、そしてもう無防備な状態を生きている。じゃあ、私の部屋をですね、知らない人にこんな風に見せちゃって招いちゃってる。これ以上のことはないじゃないですかと思って。And the reason why I say Japan is my second home is because actually I do know you. I feel you. で、なぜ私が日本は第二のふるさとというか、実は私、すごく日本人の気持ちを感じます。だからわかるんです。I feel you every time I come to Japan. Oh, there's my, oh, it's time for me to speak to you right now. Every time I come to Japan, I always have a hard time leaving. で、日本に行くたびに私も日本から帰る、そこから出ることが辛いなっていうぐらいなんですね。And the reason I feel that is because you more than, and I've traveled all over the world, but Japan more than anywhere in the world, people like you, conscious Japanese, very, very conscious. で、私はね、もう世界中旅していますけれども、もうどこの国よりも、特にその意識的な日本人、その人たちのことを感じるんですね。You run so deep. その意識的な人たちは本当に深いところから生きてらっしゃる。You go so deep within. You're so connected, and I'm so honored, therefore, to call you my brothers and sisters, and I hope you'll be the same for me. で、皆さん、そういった人たちはですね、本当に深いところとつながっている。その状態でいる人たちは、私にとってはもう、兄弟姉妹のような感じですごくつながりを感じます。And you're the best of Japan. You really are. You play a very important role. そして、そういった皆さんは、日本の本当に一番ベストな人たちだし、それは、その世界のために、日本のためにとっても大事な人たちです。And there's no mistake that you are part of Ken Honda, that Ken Honda brought you here today because of who Ken Honda is. で、そしてですね、皆さんがここにいることには何の間違いもない。そうケンさんが連れてきてくださるその人たちだからこそ間違いなくそういった人たちだと思ってます。Because Ken runs very deep. Ken runs very connected. というのも、ケンさんも非常に深いところから生きていらっしゃいますし、そして本質の自分にしっかりとつながっている人だからですね。And so I know all about you. I know that you are the best of Japan. You are the very best of Japan. And all of you have a very important role to play on the planet. All of you. で、だから分かるんですね。そういったケンさんのつながりで来ている人たちだからこそ、あなた方は日本のベストな人たちだと思いますし、そういった人たちこそ本当にこの地上でやるべき大事な役割を持っている方たちだっていうことは私は分かっています。You know, the name of this evening is Heal Yourself, Heal the World. で、今日のタイトルですけど、あなた自身を癒して世界を癒すということになっています。And
actually, for so many years, I've really been wondering, I'm sure as you have, what can I do? What can I do as one person to lessen humanity's pain and suffering? で、私、長年思っていたことです。そして、おそらく皆さんもそう感じていると思いますけれども、この、地球上にあるですね、痛みとか苦しみを減らすために、私、一体何ができるかなというふうに思ってたんではないでしょうか。So today we're going to have a very short time together. I want to share some of my tools from my Mastery of Self-Love program that I feel that I have used personally and felt like, oh my God, this could be something for my brothers, my sisters. そしてですね、今日は皆さんにシェアしたいなと思うのが、私のプログラム、マスタリー・オブ・セルフラブというものでご紹介しているもので、そして私が長年使ってきた、そんなツール、道具みたいなものをですね、その皆さんにちょっとシェアしていきたいなと思ってます。But before I begin, I really know, because my students told me yesterday when I was giving my program to my Japanese students, that all of you have been through quite a lot lately. で、昨日もですね、私の生徒たちにシェアをしていて、話を聞いたので分かったんですけれども、皆さん、このところで日本でも大変なことが起きてましたよね。You've had blackouts. You just COVID was just lifted. There's been earthquakes happening all around you. And now it's hay fever time, which is intense. で、聞いたところによると、コロナのですね、規制は少し解けたとはいうものの、まだコロナは蔓延しているし、そして、停電が起きたりとか、それから、大きな地震があったり、そして花粉が非常にひどいというようなことも聞きました。And with everything that's going on with Russia and Ukraine, we all can feel it. We can feel it. And I'd like to know if you can feel it, that anything could happen at any time. So I want you to put in chat, yes, if you're having that experience, that yes, anything can happen at any time. You've really been feeling this intensity more than ever. I'd like to see in chat if you're with me, huh? How many of you have really felt like, oh my God, the world is shaking. で、そしてそれだけじゃなく、ロシアとウクライナの戦争も起こりました。起こっています。ですから、何が起こるかわからない世の中だという感じですね。もう世界がこの、揺るがされているこの感覚、それを感じている人、イエスというふうにチャットに書いていただけますか？Yeah, see, I've really been feeling it, boy, more than ever. And I want to ask you all a question, and I'm seeing all the yeses come in chat. Why do you think all this is happening? Do you think all this is happening because we have a very mean, weird, awful God? 今まで以上にそれを感じているというのはありますけれども、なぜこんなことが起きているんでしょう。それは、本当にひどい意地悪な神様がいるからでしょうか。皆さんイエスっていっぱい書いてるのでちょっと聞いてみますけれども。Recently, my very best male friend in my town of Fairfield, which is very close to Chicago, David, my dearest friend, passed away. で、私の親友の男性の親友の一人、デイビッドですね、シカゴのそばのフェアフィールドというところに住んでいますけど、ここのエリアの親友が最近亡くなりました。It's so new right now that when I just mention his name, I can feel like I want to cry, because David was my go-to friend. He was the one during COVID that came over, that helped me, that took long walks with me. I have this long path right outside my window that goes on, and we would talk, and I would pour my heart out to him. That kind of best friend. デイビッドって名前をいただけで今ちょっともう声も震えて泣きそうになっちゃってますけれども、彼はこのコロナの間、
もう何かあればすぐに私の感情を話しに行ける人でした。そして時にはですね、一緒に長い散歩に出て、うちの外を出るとすごく長い道があって、果てしなく散歩ができるんですけど、とにかく私のもう心の内を全部話せるような、そんな親友だったんですね。Because I was David's best friend and because it was COVID where I was, I put on his online funeral and about 200 people came. 200 people came from around the world on Zoom, just like today, to honor my best friend David. そして彼は私の親友でしたから、そしてこのコロナという状況がありましたので、私はこんな風にしてですね、オンラインで彼のお葬式を執り行いました。そしたらですね、もう世界中から200人もの人がオンラインのお葬式に出てくれたんですね。Everyone who came on, and this was, it was just shocking to me because I didn't know David was quiet, he was reserved, he was really unassuming, he never talked about himself, and yet all these people, each person thought they were David's best friend. で、それだけの参列者が来てくれたことに私実は驚きました。というのは、デイビッド自体は非常に静かな人で、控えめな人で、ほとんど話さないというふうな感じだったんですけれども、でも参加したそれぞれの人が、彼は親友だったんだとみんな感じてたんですね。And each person, one after the other, after the other, after the other, from India, from China, from all parts of the world, from Thailand, from Europe, all of them said, David always had a kind word, a thoughtful gift. He always gave something that they needed. で、それぞれの人たちがですね、インド、中国、タイ、ヨーロッパもいろんな国々の人たちだったんですけれども、彼らがみんな口を揃えていたことは、もう彼はですね、いつも優しい言葉、何らかの必要としているものをプレゼントしてくれた、ギフトしてくれた、そんな人なんだというふうに言っていました。There's a saying from my master, I've been meditating, oh my gosh, more than most people, most of you were alive, over 50 years. And my master, Maharishi, would say, で、私のマスターです。私はですね、ここに参加している皆さんの年齢よりもよっぽど長くだと思いますが、50年間瞑想しています。そして私の師はマハリシです。マハリシ・マヘイシヨギですね。The world is as you are. で、彼の言葉です。世界というのは、あなたのありようのままに世界は存在すると言います。And that you can only give. You can only give from what you have. そしてあなたは自分の持っているものからしか差し出すことはできない。ギフトはできないと。And so with all the turmoil in the world, what is needed most is what my friend David had. で、こんなふうないろんな混乱したいろいろなことが起こっているこの世の中で何がいつでも求められているか。それはデイビッドが持っていたもの、それが一番必要とされているものです。And what David had and what is needed most is self-love. そして何が必要で何が求められていて、デイビッドが持っていたものは何かというと、それこそがセルフラブ、自己愛というものですね。Just last week, I interviewed Lynn Twist, who wrote the book Soul of Money. 先週のことになりますけれども、ソウル・オブ・マネーという本の著者であるリン・ツイストのインタビューをしました。And when I was interviewing Lynn, I said, what do you think is the most important thing right now in the world to balance the world? で、私はリン・ツイストにインタビューで聞いたんですね。この世界のバランスを整えるために、回復するために何が一番求められているんでしょうか。And Lynn shared that for millenniums, the world has been out of balance.
そしてリンツイストはこういうふうに言いました。このミレニアムからですね、もう世界は本当にバランスを変えてしまったと。And she said, what's been out of balance is that the male has been dominant because the female allowed them to be dominant. で、何が起きているか、なぜこのバランスが変えているのか、それは、男性が、この支配をしているという構造がある。しかし、それを許しているのは女性でもある。And she said, what is going to balance the ecology in the world, this challenge that we're having with the environment and everything being so topsy-turvy, is women knowing their power, coming into alignment. で、じゃあこのバランスを整えるのに、何が必要なのかということを、彼女に聞いてみたんですね。例えば環境的にももうバランスが崩れています。そして、生態系が崩れている、有害なものが、広がってしまっている、これを回復していくには何が必要かというと、女性たちが自分たちの中にあるパワー、力を回復することだと。Because what has happened is that women are responsible, this is what Lynn was saying, for the imbalance because they gave away their power. で、これはリンが言ったことなんですけど、何が起こったかというと、女性はですね、もうこのバランスを欠いたことの責任を持っている。なぜならば、自分たちのパワーを、手放してしまっているというか、それを使わずにいるからなんですね。And that men have been overburdened because women have given away their power. Now it's the time for everyone, both men and women, to come into alignment now. ですから、そして男性は、女性が自分たちのパワーを、手放している分、そのパワーを、より重くですね、抱えていることになりました。ですから、今こそ男性と女性のこのバランスを取り戻し、その整えていく必要があると。So I want to ask you a question. Why do you think the world is in such a state of chaos, where everything seems to be going upside down? Why do you think? Put it in chat. What do you think is going on? じゃあなぜ世界がこんなカオスになっているのか、もう上下が逆転するような、こんな状態になっているのはなぜだとあなたは思うか、チャットに書いてもらっていいですか？ I love this. The first thing I see is balance. Balance. Beautiful. That's beautiful. The other thing I see is ego. And the next thing, get us to learn what is happening. Another person said fear. So I'll share with you what Lynn and I both agreed upon 100%. リンと私がもう 100% 同意したことをシェアしますね。That even though many people have died from COVID, that we're having this war, that many people are dying in Ukraine, that still, and everyone knows, everyone feels this. This is heartbreaking, and yet. で、多くの人たちが例えばですね、コロナで亡くなった人はいるし、そしてウクライナのとかですね、戦地で死んでいる人たちがいる。これを私も分かっていますけれども、それでもみんなが分かっていることは何なのか。What is really happening is a very great thing. みんなが分かっていることは、実は起きていることは素晴らしいことが起きていると。Because what is happening is nature, Mother Nature is balancing. Mother Nature is doing everything to wake us up. Everything. そして、その起きていること、このすべてというのは、マザーネイチャー、母なる自然というものがバランスを取り戻そうとして、そして私たちを目覚めさせようとして、やってくれていることなんではないかと。You know, when you were a little kid and you did something wrong, your mother would say, "Oh, honey, don't do that."
子供の頃ですね、なんかちょっと間違いをしてしまうと、お母さんに、そんなことしちゃダメよなんて言われたりします。And then you did it again, and then your mom's voice got a little stronger. Honey, I told you not to do that. で、もう一回同じことをやる。そうすると、お母さんの声はちょっと厳しくなって、やっちゃいけないって言ったでしょなんてなっていきます。But you just weren't listening and you did it again. And then mom said, go to your room. で、またもうお母さんの言うこと聞かずにまたやっちゃうと、もうお母さんもう部屋に入ってなさいとか言ってね、部屋に入ってなさいなんてことを言ったりします。And why would she tell you to go to your room? なんで自分の部屋にもう入ってなさいって言うんでしょうか、お母さん。So that you could really be with yourself to see what you're doing. それはあなたが何をしているかということをしっかり見るために、自分自身と共にいる、自分自身に向き合うためです。And so we're like Mother Nature's little kids. We haven't been listening. で、私たちはこの、母なる大地とか言いますけど、母なる自然の子供たちです。そして私たちはその母の言葉に耳を傾けてこなかった。And what Mother is trying to do is, you know what it's like when you're in a lot of pain. When you're pregnant, and you don't know you're pregnant before you know you're pregnant. Women start to have morning sickness. They think, oh my God, what's wrong with me? I'm so sick. 例えばですよ、女性が妊娠して子供ができたということが分かる前は、まだ分かってないときはですね、なんだか分かんないけど、なんか気分悪いんだけど、なんかこうつわりだって分からずに気持ちが悪さが出てくるなんていうことがあります。But then what happens? You find out you're pregnant. The next thing you know, oh my God, look at this beautiful baby. で、その気持ち悪いんだけれども、それでか妊娠だ、赤ちゃんだと思うと、私にはこんな美しい赤ちゃんができたというふうに変わりますよね。And so what is this happening? This shaking every part of the world, in every crevice, every corner. Mother is shaking us to wake up. To what? To love ourselves fully. で、この地球、この世界というものがもう揺るがされています。もう世界中のいろんなところが揺るがされています。それは、この、母なる地球が、私たちにちゃんと自分自身を愛せるように目覚めなさいというふうに知らせてくれているわけですね。And the purpose is because when you love yourself, when you really love yourself, when you know who you are, when you are connected, when you are centered and open, you affect everyone. で、そしてなぜそういうふうに目覚めさせようとするのか。それはあなたが自分自身を愛し、自分が誰だか分かり、そして自分自身の本質とつながり、オープンでセンターが取れている状態にいるとき、あなたはその地球、世界に影響を持つことができるんです。So today is all about how do you stay open? How do you stay centered? How do you stay open to being able to have synchronicity with that which is going on that you can't see that is guiding you? そして今日はですね、皆さんとシェアしていきたいのは、常にオープンでいる、常にセンターを持っている、オープンでいることによって見えていない導きとシンクロを起こすために、オープンでいるためにどんなことができるかというのを見ていきたいなと思います。Because why is it important to be open? で、なんでじゃあオープンでいる必要があるんでしょう。Because when you're open, you understand that your nature is love and light. で、オープンでいるときにあなたは自分の本質が何だか理解していることになります。そしてあなたの本質というのは愛と光なんです。And when you're open, you realize that abundance is there to be yours, abundance on every level. そしてあなたがオープンであるとき、いろんなレベルのいろんな意味のですね、豊かさ、富というものがあることに気がつきます。
So first I want to share I want to get us open. I thought I'd give us an experience, and I want to share this really great practice. It's called the quick coherence technique. It's a powerful technique that connects you to your heart, and it's just a fabulous practice. ですから、このオープンになるという経験をね、シェアしていきたいと思いますけど、今日一緒に、実践練習していただくのは、とてもパワフルな、テクニックで、クイックコーヒエレンステクニックというのがありますけれども、これは自分のハート、心臓とつながるための非常にパワフルなテクニックです。So instead of talking about how it's supposed to happen, let's become the teacher, living the teaching. Let's get in alignment. ですからもう話すだけじゃなくて、あなた自身がそれを伝えられる、先生になるですね、ように、それを体験していきましょう。So I want you to just gently focus your attention in the area of your heart. では皆さん、優しくですね、自分の心臓のエリアに意識を向けてください。And if you like, you can put your hand over your heart. So just make sure your feet are on the ground, your back is straight. ではそして、足はですね、組まずにフラットに床に置いて、そして背筋をスッと伸ばして、それが心地よければ手を心臓のあたりに乗せてください。And as you're putting your attention on the area of your heart now, I want you to breathe slowly, as if you're breathing in and out of the heart. そして意識を、その心臓のあたりに向けながら、ゆっくりと心臓のあたりを通して息を吸って、そして吐いてください。So breathe in gently, out gently, in and out of the heart. 優しく心臓で息をしているように心臓のあたりで吸って、そして心臓から吐き出します。And now I want you to think as you're breathing in and out of heart, think of a great moment, a moment that really touched your heart this week. で、その呼吸を優しく続けながら、今週あなたの、心に響いた瞬間を思い出してみてください。A moment, maybe it was you were having a really sweet moment with your little girl, your little boy, your child. それはもしかしたらあなたの可愛い息子さんか娘さんとの、素敵な、時間かもしれません。Maybe it was that you had someone say something very sweet that touched you. あるいは誰かがあなたにとっても甘い言葉を語りかけてくれて、そしてそれに、胸が震えたり感動した、そんな瞬間でも構いません。So as you breathe in and out, recall that sweet feeling and bring that memory into your heart, breathing in and out. 心臓を通して息を吸って吐きながら、その素敵な思い出の瞬間をハートへともたらしてください。And then just continue. If you can't find anything, just think of a positive moment and then just sustain it by heart focusing, heart breathing, and heart feeling. そして何か見当たりないなと思ったら、何かポジティブなものでも構いません。思い起こしてください。そしてハートに意識を集中させ、そしてハートで呼吸をして、そしてそのハートに、その瞬間の甘い優しい思い出を感じてください。So let's just do this for a minute. Breathe in and out. では息を吸って吐いてと1分間ほど続けていきましょう。And remember that beautiful moment, and we'll be in silence for a moment. そしてその素敵な優しい瞬間を思い出しますが、しばらく静寂でいます。
Bring that feeling of happiness into your heart, breathing in and out. そのハッピーな気持ち、幸福をあなたのハートのあたりへともたらし、そして引き続きハートで呼吸を続けます。And then share and chat. Open your eyes. If you had your eyes closed, share and chat. How did that feel? 目を開けていただいて、そしてどんな感じがしたかチャットでシェアしてください。And Yoko, I have my window open. I'm going to go close the drape so it's not that sun on my eyes. Okay. マインド締めに行きますということです。There we go. Lots better. Okay, great. So, warm mind, warm mind. Yeah, how often do we go about our day? We're just filled with all of this mind chatter, and we feel like we're out of alignment. 一日中ですね、このマインド思考の部分にノイズが走って一日過ごしちゃうなんていうこともありがちですけれどもね。So let's connect even deeper. では、さらに深くつながっていきましょう。I want to share with you a practice that I do every day before I meditate, but you can do it on your own. It's called pranayama. 私が毎日瞑想の前にやっていることを皆さんにシェアします。これはプラナヤーマと言います。And pranayama is control of the breath. Prana is breath or vital energy on the body, in the body. プラナヤーマのプラナはですね、息、あるいはですね、その生命エネルギーのようなものですね。And this pranic energy is responsible for life or for our life force. And prana means breath. And a yama is all about expanding. So expanding life. で、そのプラーナはですね、生命力になるこのエネルギーであり、息なんですけれども、ヤーマというのはですね、拡張、拡大になりますので、この生命力、エネルギーというものを拡張、拡大するということになります。Pranayama hooks us up to be able to be totally open and connected. そしてこのプラナヤマをすることによって、私たちは完全にオープンになり、完全につながるための能力を開いてくれます。And when you do daily pranayama, it improves the capacity of your respiratory system and works directly on the nervous system. そしてこれを毎日やることによって、私たちの、呼吸の循環の力を高め、そして神経系統へと影響していきます。So let's do a little pranayama, because when you do pranayama, what it does is it positively affects the autonomic nervous system, which controls different functions in the body, like the heart rate, the respiration, blood pressure. では、プラナヤマをこれから一緒にやりたいと思いますけれども、このプラナヤマを練習することによって、私たちの心臓を動かしたりですとか、あるいは呼吸をしたりというですね、自律神経系を整えてくれます。So you're going to take your right hand. 右手を使います。You're not going to use your index finger. 人差し指は使いません。And you take your thumb right and you press it softly against that indentation on your nose. で、その親指で、鼻の、片側をですね、優しく、骨の下のところですね、押さえます。And now what you're going to do is you're going to gently breathe in through the left nose. そして、優しく左の鼻から息を吸います。And then you hold that breath, gently breathing in, holding it. 優しく吸って止めますね。And then you take your two fingers and you close your left nostril and breathe out through your right nostril. 2つの指で左側の穴を塞いで右側を開けます。
And again, you breathe in, and you can breathe in to the count of 5 to do it slowly. Breathe in. 右から吐いて、そしてまた5数えて吸います。And then breathe out. で、また 1, 2, 3 3, から吐 4, く。 5. And 5 で then 吐き breathe ます。 in and close your nostril. で So you breathe, excuse me, Yoko, you breathe, you close your right nostril, you breathe in through the left nostril. 右側の鼻を押さえて、左から吸います。5を数えて吸います。Close your left nostril and breathe in through your right nostril. Breathe out, breathe in. で So 左側を閉じたら、右側から吸って吐いて吸って。So breathing out through your left nostril, closing your left nostril, and 左 breathing 側から out 吸 through っ your right て nostril. 左を閉じて、右側から吐いて、右側から吸うという感じですね。So again, breathe in through your right nostril. Right, left. Excuse me, breathe in through your left nostril. 左側から息を吸って、Close your left nostril, breathe out through your right nostril. 右から吐いて、 Breathe in through your right nostril. 右から吸って、 Close it, breathe out through your left nostril. 閉じて左から吐きます。 Breathe in through your left nostril. 左から吸って、 Breathe out through your right nostril. 右から吐いて、 Breathe in through your right nostril. 右側から吸って、 Breathe out through your left nostril. 左側から吐く。 And continue this. これを続けます。 And we'll continue for about a minute. 1分続けましょ Breathe in through your right nostril, う。右から吸って、 out through your left nostril, 左から吐いて、 in through your left nostril, 左から吸って、 out through your right nostril. 右から吐いて、 And then continue. そのまま続けてください。Now put your hand down では手を下ろします。 and put in chat if you can feel that you're getting even a deeper alignment through this pranayama. このプラナヤマを通してさらに深く整っている感じがするかどうかをチャットに書いてください。 So the whole practice of pranayama is to do, again, bring you back to your nature. そしてこのプラナヤマのこの、実践練習をすることによってあなたを自分の本質へと戻していきます。 Your nature is light and love. That is who you are. あなたの本質というのは光と愛です。 But because of all of the turmoil, the stress, your past experiences in your life that have caused you stress, we get out of our body. You know what that's like. いろんな混乱が起きたり、あるいは経験によってストレスを感じることによって、あなたはその本質からずれてしまう、外れて And しまう感じです。 when you're out of alignment, you're off the self. It's called off the self. You're off. で、その自分のその整っている状態から外れて、自分から離れてしまうわけですね。And when you're off, you're not open to the gifts that are always coming to you to really be following that deep inner guidance that you have, that you know. そして、この整っているこの一貫した状態から外れてしまうと、あなたはオープンではなくなりますので、
あなたの内なるガイダンスが分からなくなってしまう。あなたのに、向けられているその内なるガイダンスが、に向けてあなたは開いてない状態になってしまいます。Everything is about consciousness. すべては意識に関わることなんです。Everything you see, everything we are is connected. 私たちが見るもの、私たちの存在、あり方そのものすべてはつながっています。Every moment, every single moment matters. どの瞬間も意味があります。And you're either out of alignment or you're aligned. そしてあなたは、そこに向けて一貫して整っている状態になっているか、外れているか、どちらかなんです。Share with me in chat if your desire is to be of service to humanity. あなたが望んでいることは、この人類に対して貢献することだという人、ぜひチャットに書いてください。How many of you want to, in some way, shape, or form, like my friend David, leave this world feeling like you gave, that you really gave? そして、私の友人のデイビッドのように、この地球から去って次の世界に行くときに、私十分に与えた、差し出したと思って、この世を去りたい人。So I see these hearts and yes, yes, yes coming into chat. Here's the news. Here's the great, great news. You are love. You are light. That is your nature. で、Yes, Yes, Yes、ハートがいっぱいありますけれども、その通りなんですね。あなた方はもう愛であり、光である。それが本質なわけです。That you already have everything you need to be that giver, to be the one who creates change in the world. そして、あなたがその世の中に対して与えるギバーになり、そしてこの世界を変化させる、その影響力になるために必要なものすべてを持っているし、あなたはそういう存在なんですね。You have within you, あなたの内側にあります。you have within you full potential. あなたの内側にはもう完全なる、潜在能力が、可能性があります。But let me ask you, how many of you still suffer? How many of you are still afraid? How many of you wake up at night and can't sleep because you have so much fear going on in your body? それでもですね、そういう本質がありながら、まだ苦しんでいたり、恐れていたり、夜中に目が覚めてですね、何か自分、心配事に悩まされているような経験がある人いますか？ How many of you are so worried that you're going to lose all your money or you're not going to have enough money to help your parents? The economy is going to just be collapsed because of what's going on in the world. どのくらいの人たちがですね、自分はもうお金が全部なくなっちゃうとかですね、十分なお金がなくて親の面倒も見られないとか、今のこの経済状況を見てたら大変なことになるんじゃないかという心配がある人いますか？ And I see in chat, people are putting, yes, I'm afraid. Yes, I feel this fear. Yes, I've been really worried about the future. 未来が心配なんて書いてる人たちがいらっしゃいますね。Again, your nature is love and light. You have everything you need. So why are you feeling this lack of connection? Because that's what fear is. It's a lack of connection to source. でもあなた方は本質は愛と光なんです。それで心配事があるということは、その本質につながっていない、本質へのつながりが欠けてしまっているということなんです。If God or if I was asked, if and whatever God of your understanding is, he or she, if I was asked and said to by the God of my understanding, Janet, you can only keep one thing that you've learned. で、神様が、あるいは、あなたの信じる、そういった神のような存在、なんでもいいんですけれども、例えば私の神様はですね、一つだけあなたが持っていけるものがあるとしたら何だというふうに聞かれたとしましょうか。It would be my meditation practice, no doubt. 私はもう疑いもなく瞑想ですね、瞑想法です。
Because without meditation, what happens? というのも、瞑想しなかったらどうなると思います？ You're like a leaf to the wind. それはあたかもですね、もう風に飛ばされていく葉っぱみたいな感じですね。You're disconnected. そしてあなたはですね、つながりを断ってしまうということになります。I've been practicing a practice called transcendental meditation for over 50 years. 私自身は TM と呼ばれるものですね、超越瞑想というものを50年以上実践してきています。And every morning I sit down, it takes just a few minutes every single morning to reconnect. で、私、毎朝です。毎朝、数分間座ってですね、つながり直すために瞑想します。Most people think that meditation is for that nice feeling, Om Shanti Shanti. で、ほとんどの人はですね、オムシャンティシャンティのようにですね、いい気分になるために瞑想するなんて思ってたりします。But the purpose of meditation is to get rid of deep-rooted stresses in the physiology. ですけども、瞑想の目的というのは、私たちの生理機能に深く根ざしたストレスを解消するためです。And you do that because the type of rest gained in meditation, the type of meditation where you go beyond the thinking process, で、その思考のプロセスを超越する瞑想法をすると、その時に得られる休息ですね。has the ability, science has found, to release these deep-rooted stresses that we've had. Maybe you've lost a child, maybe you've been in a car accident, maybe your parents have died, maybe your heart was broken. All of this causes stress. で、それほどの深い瞑想をするとですね、例えば子供を失ってしまったとか、交通事故に遭ったとか、両親を亡くしたとかいうような、本当に深いストレスを解消することができるというふうに、これはもう科学的にも証明されています。So when I asked all of you, how many of you want to be of service to humanity, the chat went off the charts. Yes, 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 yes. で、皆さんはですね、人類のために、貢献する人間になりたいというたいですかって聞いたら、Yes, yes, yes っていうふうに皆さん言っておられましたね。You don't have to go anywhere to be of full service to humanity. 別にどこにも行かなくてもいいわけなんですね。その、人類全体に対して自分が貢献する、奉仕するためにどっかに行かなきゃいけないわけじゃないんです。What you need to do is expand your consciousness. あなたがやる必要があるのは、あなたの意識を拡大することです。So a person who's really stressed, they're seeing the world through this very, very small lens. で、ストレスのある人はですね、このぐらいのもう狭い、レンズを通してでしか世の中を見ていません。When there's a problem, they can't see the solution because they don't have the capability to see. で、こういったレンズで見ているとですね、問題が起きても、その解決策が見えません。こんなちっちゃなところから見ていると。They're overshadowed by the stress that's in their mind. And many of you understand what I'm talking about. そして、ストレスがたくさんあるとですね、自分の中が曇ってしまう、あるいは陰ってしまってですね、その解決策、すべて世の中のこのすべてを全部クリアに見ることができません。But with meditation, as you meditate on a regular basis, what happens is you start to have the ability to throw off that stress. ですけれども、レギュラーにですね、もう定期的にこの瞑想をしていると、そのストレス、影になっているストレスを解消することができます。And the more you throw off that stress, the more wide angle lens you're seeing the world. そして、そのストレスを解消すればするほど、あなたが世の中を見るレンズはどんどんと広がっていくわけです。And that's so practical for your life on every level of your life, because when you expand your consciousness, で、それは人生のどんな場面でももう実際的に使えるものなんですね。なぜかというと、意識を開いていくと。you realize that every moment is a gift.
あなたは意識をそうやって開いていくと、すべての瞬間がギフトだということを気づきます。That no longer life is not happening at you or to you, it's happening for you. そうなると、人生で起きることはあなたに仕向けられたということであるよりも、あなたのためにいろいろなことが起きてるんだというふうなことが分かるようになってきます。And you're able to see all possibilities. そして、すべての可能性を見ることができるようになります。Because why? なぜでしょうか。Because you're connected to source. あなたは源、源泉、ソースにつながっているからです。You're plugged in. あなたは、プラグが入ってますという状態ですね。And you're filled with, you realize that you are light, you are love. It's not just an intellectual understanding. そしてあなたが光であり、あなたは愛であるということが頭で知的に分かっているだけではなくて、そうなんだということが実感できます。How do we heal the world? じゃあ世界をどうやって癒すんでしょうか。 By healing ourselves. 私たち自身を癒すことによって世界を癒します。So the practice of pranayama, プラナヤマを実践することによって、 the practice of deep meditation, 深い瞑想を実践することによって、 self-love, giving to yourself. セルフラブというのは自分自身にそういったことを与えるということです。Because you can only give from what you have. というのも、あなたが持っているものしか与えることはできません。What else is necessary? 他に何が必要でしょうか。 To get rid of that inner chatter that we have, of that inner critic. そして私たちの内なる、おしゃべりですね、内なるノイズ、あるいは内なる批判、これを解消すること。You know that inner critic when you pass by a mirror and you look at yourself in the mirror? What are you saying? 例えばですね、内なる批判というのはこういうことですね。鏡の前を取って自分自身を鏡に映してみたときに何を自分に言ってるんでしょうかね。I'm not good enough. I'm not smart enough. I'm not beautiful enough. I'm not educated enough. I'm not successful enough. I don't have enough money. で、私なんかも大した人間じゃないとか、頭は良くない、あるいは美しくない、教育が十分じゃない、成功してない、お金持ってない。When you're holding the limiting beliefs, then you project those out into the world. あなたがそういった制限的な信念を持っていると、それをあなたは世界に投影します。And you attract exactly to you what you're putting your attention on. そうやってあなたが注意を向けているものを、まさにそのものをあなたは引き寄せてくることになります。So write down, I want you to write down, what does your inner critic say? I'm going to take you through a practice in mastery of self-love. What does your inner critic say to you? マスタリーオブセルフラブのワークで内なる批判を解消するというのを皆さんにやってもらおうかなと思うので、あなたの中で一番よく出てくる内なる批判、自分を批判している言葉、どんなものがあるでしょうか。Put it in chat. Your inner critic is not your gift. Your inner critic is, I'm not what? I'm not good enough. I'm not beautiful enough. I'm not wise enough. I'm not enough. 内なる批判というのは自分を批判していることですから、ギフトではないですね。例えば私はもうダメだとか、頭良くない、綺麗じゃないとかですね、十分じゃない、そんなようなことですね。So I'm looking in chat and I see that Niav put, I'm not enough. Someone put, I'm selfish. I'm not successful. I'm not wise. してない、賢くないなんて書いてる人がいますね。Okay. So I want you to set that. Okay, see, it's easy to think about that inner critic. God, it's coming in so fast in chat. チャットにバンバンバンって出てくるってことは、簡単に出てくるってことは、すぐ出てくるってことは、それがあるってことですね。Okay, I want you to put that inner critic aside. We're going to come back to it. ちょっとそれ脇に置いといてください。それはまた後で戻ってきますか。それは脇に置いといてください。Because what your inner critic does, it is attracting exactly what you don't want to have happen in your life happening.
内なる批判があるということは、あなたがまさに欲しくないというものを引き寄せてくるということをしているわけですね。So what needs to happen? じゃあ何が起きる必要があるでしょうか、ここで。I want you to think of a stop word. これを止めるストップワードを考えてもらいたいんですね。A stop word is a word like cancel or out of here or goodbye or no thank you. で、この内なる批判が出てきたののストップワードというのを考えてもらいますけど、例えばですよ、今のキャンセルとかですね、キャンセルとか、バイバイとかですね、さよならとかですね、そうじゃないよみたいな、なんかそんなストップワードですね。Every time you start, you are conscious. All of you are so conscious. But I'll tell you, every transformational leader I know has an inner critic. 皆さんすごく意識が高い人たちのようですけれども、でも私の知っている変容変革リーダーたち、みんなその内なる批判は持ってますね。So the minute you conscious human beings, the minute all of you start to think, I'm not good enough, or I'm not beautiful enough, or I'm too ugly, you're going to put in your stop word to stop that inner critic from creating the world you don't want to create. で、そんな風にですね、内なる批判、もう自分はダメだとか、自分は十分じゃないとか、綺麗じゃないとか、可愛くないとかいう言葉が出てきたときには、その欲しくない世界を作り出さないようにストップワードをここに差し挟みます。So I want you to find your word. What's going to be your word? Someone put shut up. Someone put stop. Okay, someone put bye bye. Bye bye って書いた人もいますね。So what is going to be your stop word? Out of here, delete, enough. Oh, these are great, you guys. Okay. とかですね。いいですね、いいですね。はい。All right, so get your stop word because you're going to use it. I've been using my stop word, which is cancel, for many, many years. で、皆さんそれ使ってくださいね。私のストップワードは、キャンセルです。もう何年もこれ使ってます。キャンセル。This sounds like self-love 101, so elementary, but it's so important. なんかこれ本当に基本的ななんかベーシックレベルのようですけど、これすごい大事なんですよ。Because why? なぜでしょう Because you create from your thoughts. というのは、あなたはこういったものをですね、自分の思考から作り出してますね。So what's needed is we need to change the neural pathways from the negative to what the truth is. で、何をする必要があるかというと、あなたのその神経経路というものをネガティブなものから、あなたが作り出したいような方向に神経経路を変えていくということをしたいわけです。The truth is you are love and light. というのも、あなたの真実、あなたの本質は愛と光です。And that means if your nature is love and light, then what that means is you've been lying to yourself every time you say your inner critic. で、あなたが愛と光であるならば、あなたの内なる批判を言っているということは、あなたは自分に嘘をついているということになります。So what is necessary is to use that stop word the minute that don't let that inner critic have any power. Don't take up any real estate in your brain. で、その本質がある場合に、内なる批判が出てきて、その内なる批判を止めたいのは、その内なる批判にパワーを持たせたくないですし、あなたの脳の中のどの場所もそれには渡したくないですよね。So what's needed? 何が必要なんでしょうか？ Okay, so you start to hear your negative, you become conscious, you're saying to yourself, I'm not good enough. 内なる批判が聞こえてきました。ネガティブな言葉が私はダメだみたいなのが聞こえてきました。Or whatever your inner critic is. 何でもいいです。あなたのもので出てきたものですね。The minute you come aware, you say your stop word, whatever you've chosen your stop word to be. で、それに気づいたら、あなたの選んだストップワードを言います。何でもいいです。あなたが選んだものでいいですよ。And then you have to replace it. そして今度はそれに代わる、最初の批判に代わるものを入れたい。You have to replace it with your self-love mantra. セルフラブマントラとそれを呼びましょうかね。セルフラブマントラに変えたいわけですよ。内なる批判を。
Your self-love mantra is the opposite of that inner critic. で、セルフラブマントラというのは内なる批判の反対になりますね。So maybe your inner critic was, I'm not good enough. 例えばあなたの、内なる批判が私は十分じゃないというものだったとしましょう。Your self-love mantra, which is the truth of who you are, would be, I'm perfect just as I am. で、そしてあなたのセルフラブマントラは私はこのままで完璧です。これがあなたの真実なわけですからね。そう言います。So every time you have that inner critic going, you cancel it with your stop word. And then what you do, you replace it immediately with a self-love mantra. So I want you to think about, I'm looking in chat. I am loved, enough, safe. Yes, everything is okay. Yes, you've got it. I am perfect just as I am. I have ストップワードを言ってキャンセルして、そしてそれをセルフラブマントラで変えていきます。そうですね。皆さん書き始めてくれました。I love Toshumi. She says, he says, I have miracle power. And Yuki says, I am perfect. 奇跡のようなパワーを持ってます。私完璧ですとかいいですね。Yes, and I love these. I am beautiful. I can do everything. You guys, you get it. 皆さん分かってくれてますね。Now here's the deal. そしてこういうことなんです。It's still not enough. それでも十分じゃないんですよ。Because why? Even if you get your self-love mantra, you know what your mantra is, you say that mantra. で、あなたのセルフラブマントラの言葉を分かっていてそれを言いますよね。You got to go deeper, but that's what you do in Japan. You go deep. でも深くに行きます。あなた方日本ではすごい深く入りますね。Now you need to find evidence that says that your self-love mantra is as true or truer than what your inner critic has been saying. で、ここでやりたいのは、あなたの内なる批判があなたに訴えてたことよりもセルフラブマントルの方が本当だよっていうことをより確かなものなんだということを証明したいわけですね。So I saw that someone wrote their inner critic was, I'm ugly. 例えば誰かが書いた内なる批判は私醜いというものです。So that would be the inner critic. The self-love mantra would say, I'm beautiful just as I am. で、それに対するセルフラブマントラは多分ありのままで美しいというものかもしれません。But now you've got to find evidence. で、そしたら今度はですね、エビデンスを探したいんですね、証拠。そうである証拠。So where's the evidence? じゃあ、エビデンスはどこにあるでしょうか。 It could be something like people comment on how they love my smile, my eyes, my hair, my face. 例えば誰かから笑顔が美しいねって言われた、目が美しいねって言われたとかですね。Others comment on my boyfriend says, I'm so beautiful. My heart is so beautiful. あるいはボーイフレンドから君の心は本当に美しいねと言われたとか。Your job is to find evidence. The mind has to have evidence. あなたがやる仕事はエビデンスを探すことというのはマインドですね。思考はそれを思考というものがエビデンスを求めます。And once you start to find these pieces of evidence about the truth of who you really are, your whole world will start to change. で、このですね、本当のあなたはどんな人なのか。で、そのエビデンスが見つかると、世界が変わり始めます。Because we're projecting what our thoughts are all the time. というのは私たちのこの思考、マインドで起きているこの思考をずっと投影しているわけですね。外に向けて、世界に向けて。So if you're always replacing your inner critic with, I'm perfect just as I am, what do you think other people are going to start thinking about you? じゃあセルフラブマントルによって私はこのままで完璧だということを自分で考えてそれを投影しているとしたら人々はどう思い始めるでしょうか。So don't even take my word for it.
だから私の言葉は信じずにやってみてください。Look for the evidence. エビデンスを探してください。Practice this simple practice, this very simple practice from my Mastery of Self-Love program for a month, 30 days. で、これとってもシンプルな実践練習になります。で、これは私のプログラムのマスタリーオブセルフラブでやるすごくシンプルなワークの一つになりますけれども、30日間まず実践してみるということを伝えます、いつも。And I promise you, here's what's going to happen. 何が起こるか、こういうことが起こります。You're going to wake up happy for no reason. で、わけもなくハッピーに目が覚めますよ。All of a sudden, you're going to realize that your frenemies, those people that don't support you, that pretend they're your friends, move out of your life. で、そういうふうになっていくとですね、フレネミーっていうのはですね、友達のふりした敵だった人、笑顔を見せながら裏で悪口言うようなタイプですね。そんな人はもうあなたの人生からいなくなっていきます。And you're going to start attracting, you're going to be like a magnet, people to you that see the truth of who you really are. そしてあなたの本当の本質の部分ですね。本当のあなたを見てくれる人を今度は引き寄せるようになります。I have a student named Elisa. で、私にはリサという生徒がいます。When Elisa first came to me, she had been bullied her whole life. She hated herself. 彼女はもう人生ずっといじめられてきて自分のことが大嫌いでした。She didn't smile. She wasn't happy. She felt disconnected. She didn't have a lot of friends. 笑わないし、ハッピーじゃないし、友達はいないし、自分自身からも本当に分離している状態でした。And then one day she came to me and she said, Janet, no one can ever bully me again. でもある日彼女は私のところに来てこう言いました。もう誰も私に意地悪なんかできないわよと。I know who I am. 私は自分が誰だかもう分かりましたから。And now she's a transformational leader. 彼女は今はですね、変容変革リーダーの一人です。And nobody said it was easy. 誰もそれは簡単にできたとは言ってませんよ。If you're constantly saying these negatives to yourself, this is what you actually feel like you believe. で、もうずっと自分にネガティブなことを言ってきた場合、それが本当だと信じてしまっていますよね。So for some of you, you're going to feel like you're very fake when you start to exchange your inner critic. You're going to bringing in your self-love mantra. You're going to go, that's a lie. Self-love mantra, that's a lie. そんなふうにですね、ずっとネガティブなことを言ってきているとですね、この、内なる批判をセルフラブマントラに変えるということを実践し始めると、なんか私自分に嘘ついてるみたいな気がする。こんなの、偽物じゃないっていうか、嘘だよねっていうふうに最初は感じるでしょうと。The only reason you think it's a lie is because you've been saying a lie for so long that the truth doesn't feel comfortable. 長いことをネガティブなことをずっと自分に嘘を、言ってきた。嘘をずっと言ってきたから、真実を言うとなんとなく居心地が悪いというか、しっくりこなかったりするんです、最初は。So you be the test tube. ですから、あなたが自分でテストしてみる必要があるんですね。試してみる必要が。Practice for a month. 1ヶ月実践してみてください。And start to see how you become on every level. It's so practical, an attraction magnet. そしてどうなるか見てください。自分のいろんなレベルでいろんなところでですね、あなたは、磁石のように人を引き寄せるようになっていく。それは自分で実験して、そして体験して、そして見てみてください。And why I talked about meditation and why I shared about pranayama. なぜ私が瞑想について、そしてプラナヤマについてシェアをしたのか。Because in order for you to catch these little moments where you're offing yourself, where you're creating a world that you don't want to create, you need to be conscious. なぜそういうものを教えたかというと、それはですね、
あなた自身が自分に内なる批判のようなですね、自分自身を本質から外してしまうようなことを作り出している、その瞬間というものを捉える必要がある。それを捉えるには自分がクリアである必要があるわけですね。This is so important for you to really hear that with a lot of stress, you're only seeing this much of the world, and it can seem a very dark, scary place. で、これすごく重要なことです。聞いていただきたいことはですね。というのは、あなた方の中にストレス、ノイズがあると、世界をこんな狭いところから見てる、暗くしか見てないわけです。What's necessary is to open and expand and see all possibilities exist. All possibilities. で、何を見る必要があるかというと、すべての可能性を見るために、オープンにしてレンズを拡大していく必要があるんです。And the more conscious you are, the more you're able to give to the world, to really be of service to humanity. そしてあなたのそういうふうにして、広げることによってあなたがもっと意識的になればなるほどあなたは世の中に対して、差し出せるものが増えていくし、そして人類に対してより貢献ができるようになります。So let's go a little deeper. じゃあもうちょっと深くいきましょうか。I want to share with you this practice called mudras. ムドラという実践法を紹介したいと思います。You've seen mudras. I'm sure you've seen them before. You've seen them in pictures of people meditating. This is a mudra. で、瞑想してる人の写真とか見たことあれば、この手のこういういろんな形ですね。これムドラというふうに言われているもので The す。 mudra to get you into a peaceful state. で、これはですね、平和な状態に自分自身を持っていくために使われるムドラというものです。This is a mudra. これもムドラですね。You've seen the excuse me, you've seen the Buddha, pictures of the Buddha doing this. お釈迦様ですね、ブッダがこんな風にやってるのを見たことあると思います。It's a mudra for strength. You've seen this mudra. 強さです。そしてこのムドラも見たことがあると思います。This is a mudra for inner peace. これは内なる平和のムドラになります。In our hands, we have all of these electrical currents that go from our fingers all the way to our brain. で、私たちのこの手の指先から脳に向けてですね、この電流が流れる回路があるわけですね。回路というか、経路があるわけですね。And through doing certain mudras, you send these electrical impulses to the brain to create a certain effect. で、この、手の形によって押されるポイントによって流れていくその電流によって、状態を変えるということをするわけですね。I want to teach you a mudra called the Thunderbolt Mudra. 皆さんに、雷ムドラというものを教えたいと思います。It's so simple. シンプルです。So with the Thunderbolt Mudra, all you're going to do is you're going to put your hands out like this. 雷ムドラは手をこうやって前に出してみてください。And then you're just going to you're just going to go like this and like this. そしてそのまま、胸の上の方にこう。And what this mudra does is it gives you the power from within. で、このムドラは何をするかというと、内側からパワーを引き出します。More concentration, more ability to be aligned, more self-love, therefore. 集中力、そして自分自身を整えるということはセルフラブということになります。So I want all of you to place that self-love mantra in your heart. では皆さんそれぞれご自身のセルフラブマントラを自分のハートに入れてください。What is your self-love mantra? Place it into your heart. あなたのセルフラブマントラをあなたのハートに入れてください。And now I want you to hold this mudra. そしてこのムドラをやってみてください。その上 And close your eyes. そして目を閉じてください。And just for a half a minute, 30秒ほど。in silence, repeat
what is your self-love mantra? Give it more power. あなたのセルフラブマントラは何でしょうか。さらにパワーアップしてください。Really connecting you up to your heart, giving you this ability to really have that inner strength. そしてそれをあなたのハートにさらにつなぎ止めて、そして内なる強さを強化していきましょう。And saying from within that beautiful self-love mantra without moving your tongue or your lips, saying it quietly within. 口、舌を動かさずに静かに内側でそのセルフラブマントラを言ってください。So maybe your self-love mantra is, I'm perfect just the way I am. 例えば、私はこのままで完璧ですというのが、Whenever you're feeling like you're not enough, you just take this mudra. It's so simple. あなたのセルフラブマントラであれば、自分が十分じゃないなと感じたときには、このムダラをしながら、それをマントラを言って思い出します。You close your eyes and you just say for half a minute your self-love mantra. What you'll find is you're back, you're hooked in. で、30秒ほど雷ムドラをして、あなたのセルフラブマントラを言い続けると、あなたはまた元の状態へと戻れます。If you don't have a self-love mantra, then use I am perfect just the way I am. もしもセルフラブマントラがまだない場合は、私はこのままで完璧ですと言っても構いません。And let's close our eyes. では目を閉じましょう。And just repeat within, I am perfect just the way I am. 私はこのままで完璧です。And if the mind wanders, just come back. 雑念が出そうになったら、そこにまた戻ります。I am perfect just the way I am. 私はこのままで完璧です。Now slowly open your eyes. ゆっくりと目を開けてください。Just a few seconds to reconnect to the truth. Remember, your nature is light and love. ほんの数秒だけで真実のあなた自身へとつなぎ直すことができます。そのあなたの真実とは、This is your gift to the world. You are the gift to the world. これこそが世界へのギフトです。あなた自身が世界へのギフトなんです。So share in chat, how was that for you? Huh? I'd like to know. どんなだったかチャットでシェアしていただいてよろしいですか？ Yeah, someone, I see some tears. 涙流してる人もいますね。Yeah. Someone said, oh, precious, peaceful, warm and heartwarming. あったかい。ハートが温まりました。This makes me feel like crying. It's so beautiful. I am light. I have God in my heart. Peaceful. This is so beautiful. 素敵ですね、全部。You know, in 2005, I went to India and I went and interviewed all these different masters. 2005年に私はインドに行ってですね、聖者と言われる人、マスターたちにインタビューをしました。And what I came home understanding was, その時に私がそういうことかと理解できたのは、all of us have the potential. 私たち全員に潜在能力があるんだということ。We all have everything we need to be the best you. You have everything you need. I realized that for myself.
to be the best Janet, that you be you. で、そしてその時に気がついたことは、私が最善、最高、ベストになるためのすべてを私は持ってるんだということ、そして私が、あなたもあなたになることができるんだということ。When I went to India and I was flying all over India interviewing masters, で、インドに行ってインド中を旅してですね、そのマスターたちに会いに行った時ですが、I realized that the difference between an awakened human being and someone who's not awake 悟りを得た人、あるいは覚醒した人とそうじゃない人の違い。was that they were centered, they were even, they had this evenness. それはその悟りを開いた人たちは中心軸に整っている、センタリングができているということですね。整って均衡が保たれていると。That the awakened man, and woman, no matter what happened, knew that everything was a gift. Every moment was a gift. そして、その均衡の取れた状態の目覚めている人たちは何が起ころうと、すべてのこと、すべての瞬間はギフトだということが分かっています。And so our inner work is to find those areas in ourself where we haven't forgiven. ですから私たちが自分でやるべきことというのは、まだ、その解消されていないところを自分の中に見つけるということです。自分の中で許されていないところを見つけるということです。And not forgiven, most importantly, ourself. 特に自分自身を許していないところを探すわけです。In Mastery of Self-Love with my students, I remind them and remind them and remind them. マスタリーオブセルフラブというプログラムの中で私も生徒たちにこのことを何度も思い出してもらえるように伝えています。That right now what is needed on the planet is love is the highest energy on the planet. で、今みんなが知る必要があることは、愛こそがこの地上で最も高次のエネルギーだということ。And that by forgiving yourself, knowing that you're always doing the best you can in every moment, そして、あなた自身はどの瞬間もその瞬間にできるベストを尽くしているんだということで、自分自身を許すということ。that is being kind to you. があなたが自分自身に親切になるということです。And as you treat you, you treat everyone. そしてあなたが自分をどう扱うか、それと同じようにあなたは人を扱います。So your practice to be and give and do the most for humanity. ですから、実践練習をしてほしい。どうあるか、そしてどう差し出すか、その実践練習を自分自身ですることが人類に対するあなたが。is to undo limiting beliefs. そして、制限的な信念を、解きほぐしていくということ。Because these limiting beliefs are like blocks. They block you, they block your heart. And when your heart is blocked, that's how you treat yourself, and that's how you treat others. その制限的な信念というものがあなたのハート、真心を、閉ざしてしまう、あるいは真心のを妨げてしまう。それを行った時のは、同じように人を扱ってしまいます。So we have a little more time together. I had so many things I wanted to share with you. And we just had this little short time together. I really hope that today all of you felt that there was value that you gained.
シェアしたいことはもう山のようにあるんですけれども、このほんの少しの時間でしたけれども、何かしらあなたにとって価値のあるものがここで手に入ってたらいいなというふうに願っています。I want to open this up to questions for a few more minutes. あと数分間、質問を受けたいんですが、And before I do, I want to read a quote. その前にを伝えたいなと思います。And Yoko, you have a lot of background scratchy noise. Do you hear it? Yeah. All right. So here the quote is, to get a human body is a rare thing. 人間の体を持てるというのは稀なことです。Make full use of it. ですから、それをしっかりと活用してください。There are 4 million kinds of lives which a soul can gather. 400万もの種類の命があります。After that, one gets a chance to be human. で、それほど乗り越えた後にあなたは人間になるチャンスを手に入れます。To get a human body. その人間の体を手に入れられることになります。Therefore, one should not waste this chance. ですから、このチャンスを無駄にするべきではないでしょう。Every second in human life is very valuable. 人間としての、人生のすべての瞬間が価値のあるものです。If you don't value this, then you will weep in the end. これにこの価値をわからないと最後に泣くことになるでしょう。Whatever may have happened up to now may because you didn't know. 何が起こったとしても、ただあなたは知らなかっただけなんです。But now, be careful. でも今は気をつけてくださいね。After getting a human body, 人間の体を手に入れた後は、if you don't reach God, 神様に届かなかったとしたら、then you have sold a diamond at the price of spinach. 神様とつながろうとしなかったり、あるいは届こうとしなかったら、あなたは、ダイヤモンドを、ほうれん草と同じ値段で売ってしまったのと同じことなんですよ。So the most important practice, ですから、最も重要な実践練習は、and why a mentor is so important at this time when the world is shaking and it's so easy to forget all of these things. で、こういった今学んだようなことをですね、私たちは忘れがちです。そしてこんないろんなことが起きているこの世の中ではですね、その忘れてしまいがちなんですけれども、だからこそメンターというのが必要になってきます。Is to learn from a mentor all of these different practices that can help you to remember. Remember, it's a remembering. で、なぜメンターが必要か、こういった、自分自身につなぎ直す、戻る、ソースとつなぎ直すものを、実践練習を学ぶためです。それはあなたが誰なのかということを思い出すためです。Remember that your nature is light and love. あなたの本質は光と愛だということを思い出します。A mentor who can teach you all these different practices that can bring you back to self. そしてメンターというのはですね、あなたがあなた自身に戻れるようなその実践方法を教えてくれるような人です。A mentor who has already walked through all the minefields and understands how to softly walk through these minefields and take you そして、このメンターというのはもうすでにこのマインドフィールドをですね、もうすでに歩いてきた人で、そしてそこをどうやって歩いていくのか、こう優しく歩いていく方法を経験して知っている人たちです。To remind you of your true nature. This is what is important for you to be able to express your light and love to the world, to be able to raise the consciousness of the planet. そして、メンターというのはあなたの真実の、姿、
本質というものを思い出させてくれて、そして愛と光というものを、表現して、そしてそれを世界に向けて、放てる、貢献できるようになる、助けをしてくれるのがメンターです。Imagine if we were the world, all of us here on this call today. 今日のこのズームコールにいる全員がこの世界を表しているとしたらどうでしょうか。想像してみてください。And we were all together seeing the world through a wide angle lens, conscious. そして一緒に、大きなアングルのレンズを通して意識的に世界を見ていると想像してください。Together we would raise the consciousness of the whole planet. 一緒であれば、この地球の意識を一緒に高めていくことができます。Collectively, we are more powerful. 集合的に私たちはもっとパワフルになれます。And imagine if we were all conscious about love, conscious about sending love to the planet together. そして、私たちが愛を、地球に愛を送るというのを意識的に共にできるというのを想像してみてください。People would be more clear, みんなはもっとクリアで、more kind, 親切で、more loving. もっと愛情を表現して、Answers would automatically come, solutions would come to the challenges in the environment, in the world. そしてその状態であれば、環境的な問題などに対する解決策も答えもすぐに現れてくるでしょう。And we would live in a peaceful world. そうなれば、もっと平和な世界を生きることができます。As my dear friend and mentor, Dr. Tony Nader says, 私の、親愛なる友達であり、メンターのトニー・ネーダーは言います。we would make life work for everyone. 私たちはすべての人にとって命が、そして人生がうまくいくようにしましょう。Self-love. セルフラブです。What could be more important? それ以上に重要なものはあるでしょうか。It affects every aspect of your life. それはあなたの人生のすべての側面に影響を持ちます。Remember, the world is as you are. 世界はあなたのあるがままにを映し出します。And you can only give from what you have. あなたが与えられるのはあなたが持っているものだけです。And there is nothing more important on this planet than to understand and know yourself. Nothing. そしてあなた自身がどんな存在なのか何なのかを知ること以上に大事なことは他にありません。So if you've been afraid, if you've been scared, if you've been worried, if you've felt tense, if you're struggling in your life, I want to invite you to join me. で、あなたが恐れていたり、あるいは苦しんでいたり、心配していたら、ぜひ私と一緒に、いてください。And allow me to shine a light on your greatness to come out. That is what my program is all about. で、あなたの素晴らしさが、解き放たれて表現されるように私に光を当てさせてください。If you've needed to really feel embraced, it's all about being kind. そして、受け止められたい、受容されたいということであれば、ぜひ一緒にいてください。それはすべてその優しさ、親切に関わることです。So any questions that you have from today? 今日に関して質問はありますか？ And by the way, that beautiful quote that I read, it's from Maharishi Mahesh Yogi's master, Gurudev. 私が今読んだ格言はマハリシの師であるグルデブの言葉を読ませていただきました。I just love you all so much. You're my brothers and sisters. 皆さんは私の兄弟姉妹のようなものですね。皆さんのこと本当に愛しています。
And I'm going to, and here's the proof. I'm coming to Japan on my birthday. That is my birthday gift. 私は自分の誕生日の時に日本に行きます。これは私の自分に対する誕生日プレゼントです。So any questions about anything that you have? And then 質問があるでしょうか？何でもいいんですけど。Hi. Hi. Hi. Hello, Janet. Thank you for Hi. today's seminar. I'm so excited to be here, and Oh. thank you for all of this. And I have a question for you. You are talking about the LTV at the beginning of this seminar, and I had a hard time to show my vulnerability myself because I was an abandoned child, and I healed myself thanks to Ken Honda. I've been thinking I was healed, but I'm still having a hard time to show my, how to say, I have a hard time to ask for help, and I don't want to show my vulnerability because I feel something like I'm distracted if I show my vulnerability. So could you share some practice to overcome my this kind of things? Yes. What's your name? My name is Akino. I'm sorry, I couldn't change the name. Akino. Aquino? Yes. So nice to meet you. Thank you. Me too. 今の Can I translate what she said? Yeah, yeah, Oh, absolutely. I can talk in Japanese. じゃあお願いします。はい。脆弱性っていうんですかね、日本語で。ボナラビリティ。脆弱性自分の弱さを見せることにすごく抵抗があるんですけども、それを克服するためのなんかこう練習はありますかっていうふうに聞きました。Thank you. Oh, Aquino, number Yes. one, Ken is such a great mentor, isn't Yeah, he? yeah. Mhm. 素晴らしい。And self-love. Aquino, here's Yes. what you need to know. Number Yes. one, self-love Mhm. is a practice. Yeah, まず okay, 一 yes. 番最初に知っていただきたいことは、セルフラブというのはもう日々の実践練習みたいなもんですね。And the reason why you don't yet want to open totally and be your vulnerable self で、あなたがですね、完全にオープンではなく、そして自分の弱さ、無防備な状態というのを見せられないということは、I understand this because of my experiences in my life. 理解できますよっていうのは私もそういう経験してましたからね、人生で。I've had similar experiences and they've been really tough. 似たような経験をしてきまして、それは本当に大変でした。So what is needed here? じゃあ何がここで必要なのか。The reason why you don't want to be vulnerable なぜその弱さを見せたくないのか、無防備な状態にしたくないのかというと、is your fear that someone can hurt you. 誰かがあ That's なたを right. 傷つけるかもしれないという恐れが Yeah, ある that's right. That Yeah. was my parent. Yeah. Right. No, so Yeah. now here's the thing. こういうことです。And I repeat these like mantras in my programs. 私のプログラムではもうですね、マントラのように繰り返し伝えます。The only things that hurt us 私たちを傷つける唯一のものは、someone can say something like, Janet, you're so intense, or you're so old, or you're so this. 例えば誰かがですね、あなたすごい激しいよねとか、もう年取ってるよねとか、あなたこうだよね、ああだよねって人は言います。Now, notice this. The only things that hurt are things that we tell ourselves. 何があなたを傷つけるか気づいてほしいんですけど、それは私たちが自分で自分に言っていることが一番自分を傷つけるんですね。People will always say what they say, won't they? 人は言いたいことを言います。いつでも。
And then we're afraid, oh my God, if I show who I really am, they'll hurt me. で、本当の自分を見せたら傷つけられちゃうかもしれないと。But when you are filled with love for yourself, でもあなたが自分自身に対する愛で満たされていたら、when you really know yourself deeply, そして自分自身のことを本当に深くから分かっていたら、you start to, people can say what they say, but it can't touch you. 人が言いたいことを言ってもあなたに触れることはできない。あなたの中に入り込むことはできない。You see, if there's no target, there's nowhere for the arrow to go. あなたの中にターゲットがなければ矢は刺さりません。And that target is created by your self-talk. で、このターゲット、的というのはあなたの自分自身の内なるセルフトークによって作られています。And this is why I teach mastery of self-love. だからマスタリーオブセルフラブを教えてるんですね。To work with your limiting beliefs that you have about yourself. それはあなたが自分で持っている制限的な信念を解消していくためでもありますね。And it's it's the deepest work you could possibly do. でこれはできる中での最も深いワークをする。But it's so freeing because when you're free, people can say whatever they want to say, but it doesn't touch you. それは本当にあなたを自由にしてくれます。で、あなたが自由になると、人が何を言おうとあなたに入り込むことはできない。あなたに触れることはできないわけですね。Because why? なぜでしょうか？ What I teach others is to undo their limiting beliefs and replace that with self-love. で、まずその制限的な信念を、解きほぐして、そしてそれをセルフラブで埋める、変える、置き換えるということをするからですね。And Akina, Yes. blocking yourself, protecting yourself is exhausting. 自分をブロックして、 It's exhausting. 守っているという。I can I'm see so it tired. Yes, I can see it on you, always trying to feel like you have to protect. 自分を守らなきゃ守らなきゃってやってるからですよね。You know, we're all like little blades of grass. で、私たちはですね、なんて言ったらいいでしょうね。この Yeah, we're like a blade of grass. If we don't grow strong, the cows can come and it can chomp off the blade of grass. でこの、草のような感じでしっかり強く、伸びていないと、牛が来てこうぐしゃっとこうやられてしまう。But the different practices that I teach help you to take that blade of grass and grow into a big tree. で、私が教えているこの一つはですね、そのか弱い草ではなくて、しっかりと大きな幹をつけるという木を育てるということをやります。Where you become invincible. そうするとですね、無敵になるという感じですね。No one can hurt you. That's your job. That's what you're doing. 誰もあなたを傷つけることはできません。あなたを傷つけるのはあなたなんですね。So what is necessary is to undo your limiting beliefs and bring the truth, Akina, out who you really are. で、そして、必要なことはあなたのその制限的な信念を解消し、そして真実を取り戻すこと、それは本当のあなたを取り戻すということです。So I hope you'll join me in mastery of self-love because self-love is a practice. で、マスタリーオブセルフラブに参加してくれたら嬉しいなと思います。というのは、これは実践的なこの練習といいますかね、実践方法なんですね。It's everything. It's looking at every part of life. All my practices are looking at every part of life that affect us. 私たちが見ているのは人生全般です。人生で起きることすべてを見つめていきます。Okay, I will join. Yes. Yeah. How often do you say yes to others when you mean no? ノーと言いたいところ、イエスとどのくらい Almost all the time. ほとんど Yeah.
And when you say yes and you mean no, what happens? Self-hatred, self-hatred, Right. or と一回にイエ self-hatred. スと言っちゃうということは、もう自分が嫌いになってきますよね。それを繰り返していくね。 And then you start projecting that self-hatred. でその自分のことを嫌いっていうのを外に投影していきます。 And then you wonder, why are people treating me so awful? で、なんで他の人たちは私をこんなひどい扱いするのというふうに思います。 But you're projecting. What you do is you project. You're projecting that part of you that you don't love out into the world, and it comes back. でも何をやってるかというと、あなたが自分を愛してないというのを外に投影する。だから他の人たちもそういう扱いをあなたにするということだけなんですね。 And it's okay if you have tears. で、何でもいいんですよ、涙を出したって。 Because Thank you. this moment, Akina, is a gift. Yeah, thank you so much. ギフトなんですね。 It's a gift to show you what you're doing to you. あなたがあなたに何をしているのかということを見せてくれている。 And so what's important is all of these practices that I teach to others, meditation, pranayama, prayer, different exercises to really tap into your body, to know yourself deeply. で、私が教えているものは、瞑想だったり、プラナヤマだったり、祈りだったり、他のいろいろなエクササイズがあるけれども、それはもう本当に自分自身をよく知り取り戻すためのものです。So that you can stop playing small. そうすることによって、あなたが自分をちっちゃくしてしまうことをやめられますね。And when you're free, everyone around you feels free. あなたが自由であれば、周りにいる人も自由を感じられます。So I look forward to being with you. Thank you. Yeah. Yeah, I will start rewriting my mantra as yours. I'm perfect just as I am. Yeah. Start today and repeat the next 30 days. And I actually had a passion test 2 days ago from Very your important. facilitator. Yeah. That's another thing that I share. Thank you. Yeah, thank you. Thank you so much for the opportunity. Love you. Thank you very much. Love you. セルフラブマンが書いたものですね。 Thank you. 私は完璧だというのをこれから30日やってみますと。2日前にですね、パッションテストをやってもらいましたということで、そのパッションテストというのは私のプログラムの一部です。Oh, Akina, someone said, I am crying with you. Yeah, it's not just about you. あなただけのことじゃないんですよね、ここで展開していることは。No, this is what blocks us from being able to give our gifts to the world. Most everyone understands and experiences what you're feeling. あなたが感じていることは他の人たちもですね、感じていることですね。Right now, thank you so much. Your tears, that's vulnerable. That is vulnerable. Yeah, this is literally a vulnerable. Yeah, you made me. Thank you so much. Now here's what. Wait. I want you to remember this moment today. この瞬間 I を will. と思います。You are vulnerable. Look at you now. You've been very vulnerable. Yeah, that's true. Yes. あなたはその自分の無防備さ、Are you creating the world you choose to create or the world you don't choose to create? あなたは作り出したいと思うその世界を作っているのか、作りたくない世界を作っているのか。Start to notice. 気づき始め Start て to ください。 notice now when you are vulnerable. Put your attention on what you choose, not what you think you aren't, but what you are. 無防備な状態の時に Alright. 注意をしてみてくださいね。Thank you so 何 much. に出ているのかということです You're。welcome. God Anyone bless else? you. I'll take Thank one you. more question and then we'll leave. あと一つ質問を受けましょうかね。そして終わりにしましょ Or actually, I saw Yoko. Yoko went like this. I think, う。It's okay. Yoko, I love you so much. You're such a great translator. Yoko's always my translator. I just love you. Hello. Hi, Ren. Hi. It's good Hi. morning here. Konnichiwa. Hi, nice to konnichiwa. Hi, I have tears too. You really
Oh, So wonderful. Thank you. you're welcome. So yes, my question is, how do you feel? And yes, I do understand it's so important that the femininity changes the world. That's right. And like that, you mentioned a few times how connected you feel about Japan and Japanese people. And I wonder what you feel about our mission and contributions to the world as Japanese. You may be seeing something different or something unique about the culture. And so if you have any ideas about what we can do to contribute besides, yes, we remember our true nature as human beings. I love that so much. Well, you know, there's a study that Jenny? found. Jenny? Oh, I'm sorry. She's yes, Yoko, translate. OK。今、ご自分で日本語で言いますか、私がメモったのを言った方がどっちがいいですか？私が言いますか？じゃあちょっと間違ったらコレクトしてくださいね。その女性性というもの、これがとても重要だと思うんですが、これが世界を変えていくんではないかというような話が出ていましたと。で、そしてジャネットは自分がすごく日本人とすごくつながっているというふうに言ってましたけれども、それで聞きたいんですが、私たちのこのミッションとかですね、世界に向けてのこの貢献というもの、これは私たちの文化に根付いた何か独特なものがあると思うんですけれども、何かどんなことができるのかということを、何かアイデアがあれば教えてほしいし、そして私たちが本当の本質を思い出すことが大事だというふうに言っていましたけど、その私たちのこの日本人のその独特の役割みたいなものですか、それが何かお考えがあれば教えてくださいということでしたね。So I love this question more than anything. もう何よりも好きですね、こういう質問がね。What a beautiful question. なんて素晴らしい質問でしょうか。And if I could wave my magic wand, 魔法の杖を私がふっと振ることができたら。what my passion is right now is to do everything I can to raise the collective consciousness of the world. 私の今のパッション、情熱というもの、私ができることがあるのであれば、この世界のですね、集合的な意識を高めるということをしたいと思っています。Many years back, there were over 5,000 meditators. They were TM meditators, transcendental meditation. で、ずいぶん前になりますけれども、TM、超越瞑想の瞑想者が5000人集まりました。They all traveled to Washington, D.C. to one place together. その全員がワシントン DC の一箇所に集まったんです。To do this experiment in consciousness. それは意識の実験をするためです。So for 2 weeks, we just meditated deeply together twice a day. そして2週間、私たちは1日2回、And there was, を共にしました。at the same time, concurrently, was scientific research going on. What is the effect of this collective consciousness? そして同時にですね、科学がこの集合的な、瞑想というものがどんな影響をもたらすかということを検証していました。It is called the 1% study. 1% スタディというやつですね。What was found after 2 weeks was that in this scientific research, hospital admissions were greatly reduced. で、この2週間の間の科学的な研究結果で発見されたことは、病院に入院する人が減ったと、減少した。Crime was greatly reduced. そして犯罪もかなり減少しました。The overall happiness, well-being of Washington, D.C. was raised. そしてワシントン DC の幸福度、ウェルビーイング度が高まった。
there's this beautiful quote from Maharishi. マハリシの格言の美しい言葉があります。Four are invincible. 4人いると無敵ですと。Three are safe. 3人だと安全です2 are in danger. と。2人だとちょっと危険です。1 will be crushed. 1人だと潰されます。So if I could wave my magic wand in Japan to my brothers and sisters who are so deep, で、私がもしも魔法の棒でですね、その杖でですね、を振ることができたら、非常に深い日本の、私のブラザーシスターズですね。この人 I would say run to your local Transcendental Meditation Center. あなたの地域のですね、TM センターに行ってください。And when I say transcendental, any type of meditation that transcends the thinking process, goes beyond the tthinking process is transcendental. TM と言いましてもですよ、超越するということですから、この思考の、レベルを超越する瞑想であれば何でも構いません。I practice transcendental meditation, so I talk about what I know. で、私は TM をずっとやってきてますから、私が知っていることとして、TM について話します。If I could wave my magic wand, I would say, run fast, Japan. で、私が魔法の杖を触れるんであれば、もう早くやって日本の人たちというふうに言うでしょう。Learn how to meditate and then gather together in groups. で、瞑想を覚えて、そしてグループで集まってください。Raise the consciousness of Japan. 日本の意識を高めてください。Not everyone has to learn how to meditate, but you are the power. You guys are the most powerful in Japan. で、全員が瞑想する必要はないですけれども、今日皆さん、あなた方は一番パワフルな人たちがここにいると思いますので。But your power is a million times more collectively. で、そのパワーというものも集合になった方がもう何百万倍と大きなものになりますので。And as I said earlier, when you raise the consciousness of Japan, で、先ほど言いましたけど、日本の意識を高めると、you raise it for everyone. みんなの意識を高めることになります。And then thinking is clearer. そうすると考えていることが明確になってきます。Solutions come to the minds. そして解決策などソリューションがマインドに浮かんできます。Nature becomes more balanced. そして自然のバランスが取れていきます。Many years ago in Ghana, they did this study. ガーナで何年も前にこの、研究がなされました。And until the government changed, they had a big group. 政府が変わるまで、政権が変わるまで大きなグループがいました。And the country went from poverty to abundance. そしてその国は、貧困から、豊かな国へと変化してきました。But then the government changed. でも政権が変わりました。They no longer supported this collective group. そして、この集合的なグループが支持されなくなり。And then things became what they are now. で、今のような状態へとなってしまいました。Almost my full-time attention right now is to raise the consciousness of the world by telling people about 1%. 私はですね、今フルタイムにやっていることは、この世界中の人に意識を高めることを伝え、そして 1% の意識が高まることに尽力しています。Because when you raise your consciousness, you also expand your heart. 意識を高めると、ハート、真心を拡張することにもつながります。And you realize everyone, and I feel like crying. It's so deep to me. Thank you. これは私にとって非常に深いことなんですね。課題なんです。You realize everyone is you, is yourself, is intimate as yourself. There are no strangers. で、
みんなはあなたなんですね。あなたが自分の中で本当にその自分自身と親密になれる、そこまで近づけたら、すべての人に親密になれるわけですよ。そのぐらいパワフルなんですね。And this is open to all of us. で、これは私たちすべてにこれができるんです。これオープンなわけですよ。Life is here to enjoy. It is not here to annoy. ここに私たちが命を授かっているのは楽しむためであって、お互いに苛立つためではないです。Thank you, Ren. I can see the wisdom in your eyes. You're a soul sister. I look forward to our friendship. あなたの目の中にその賢明さというものを見て取れます。私のソウルシスターのような気がします。質問ありがとうございました。Thank you so much. こんにちは. Thank you. Thank you. Ken's going to shoot me. He said I could talk a couple more minutes over and I go on and on and on. He knows this though. 知ってると思いますけれど、ケンに殺されちゃうかも、私2、3分伸びてもいいって言われたのに、ガンガン伸ばしちゃしまいました。ごめんなさい。I'm so thankful to all of you. Thank you for being here 本当 today. にここに来てくれて、本当にありがとうございます。And Ken, come back here. I saw you. ケン戻ってきてね。There you are. Thank All you. right. So I really enjoyed you, and with 5,000 people who are watching with Instagram Live type of thing. So I don't know how to say thank you. I'm sure all the people. Hey, look at how many hearts they are sending to. So thank you for your passion. Thank you for your love. It's such a great honor every time I see you. My heart opens up, and my soul smiles. Let me say it in Japanese. That's because you are me. You're my brother. Huh? I love you so much, Ken. I love everything you do. And you guys flock to Ken's programs. Take everything he has to offer. He's just a precious. And how long have we known each other? Many years now. Right. Huh? Okay, so let me translate what I said. ね、本当にジャネットと会うたびにね、すごく僕のハートも喜びますし、魂がワクワクするっていう話をしました。Okay. Oh, thank you, Ken. I love you. Thank you, 皆さん、 everybody. wait one second. そう、皆さん、本当にね、ジャネット素晴らしかったでしょう。楽しかったでしょう。はい、そうか、これ見れるから、よかったらジャネットによかったよっていう人は手を挙げて、振ってあげてください。ね、遅くまで長い時間、本当に。I love you. Thank 本当にあり you. がとうござい Thank ま you, した。 Ken. そしてこのジャネットの弾丸トークをずーっと通訳されてたヨーコさんにもね、皆さん心からのお疲れ様の応援の、ウェーブをしてあげてくださ Thank い。 you, Yoko. Yeah, for Yoko, she's, Thank you, Passion Test Japan. Thank you, あ、そうそう。 Oscar. それで終わる前にね、パッションテストの、皆さんも今日たくさんいらっしゃってます。そしてですね、ジャネットさんの、オンラインの、セルフラブのマスタリーコースが、4月の9日から、始まります。9日、10日、16、17、23、24と6回もね、ジャネットさんと深く勉強できるチャンスがあるので、今日本当に良かったなって方は、ぜひいらしてください。そしてですね、今日僕たちが受け取った愛とか、自分を癒すとか、そういうのが深く深くいけば本当に世界平和にね、つながっていくと思いますので、ぜひ皆さんと心を合わせて、今ね、起きていることのところに愛と癒しがいきますように、心から祈ってます。So, thank you, Janet, and we'll definitely see each other in June. I love that. 6 I 月 look に forward. 帰ってきてねっていうふうに、言ってます。 Love you. はい、途中ですね。 Thank you, everybody. はい。 I'm leaving now. This is me leaving. Bye, Ken. じゃあ皆さん、ジャネットに最後にお疲れ様ってありがとう。 Sayonara. Bye. はい。ケンさんありがとうございました。はい。